どうも金子でございます。ということで今日なんですけども、本日が1月の5日なんですけども、今年初の市場に行きたいと思います。市場は昨日からやってるのかな。だいたいお盆とかお正月、市場開いてすぐに行くとお魚全くないんですよ。1日2日ぐらい経った今日、どんな品揃えか見に行きたいと思います。行きましょう。でもやってないところもちらほらありますね。うわー、少ないわ。八百屋さんも全然ないわ。めちゃくちゃ少ない。なんもないわ。ガラッとしてますもんね。ちょこっとサワラがあってでイカがちょこっとあるぐらいですね。ないね。おはようございます。あげましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。やっぱ少ないですね今日。昨日からでしたっけ。今日からでした今日からか。そうかそうかそうか、それは少ないわな。金台さん、うわ、ここにいい香りがおる。あれ、あげましておめでとうございます。あげましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いよろしくお願いします。お願いします。今日からだったんですね。思ったりしてね、明日はまあまああるみたいな。明日はまああるんですね、まあ出ても知れとる。そうですよね、でパーって見た感じやっぱ少ないんですけど、あるにはありますね。揃うには揃う、何でもあるよって感じで、今日はですね、僕干物を作りたくて、なんでその干物になりそうな魚を買いに来ました。イカもいいね。なんか変わった貝いますね。これなんですか。鳥貝系ですか。これはなんだろう、これわからん。これなんですか。初めて見た。これちょっと分かる方教えてください。これ何、初めて見たっすね。あ、マジっすか。もらっちゃった。魚の水槽のフグの餌にしちゃって。ありがとうございます。やった、もらっちゃった。これも我々で、これもフグの餌マにしちゃった。ジっすか。ありがとうございます。今年も金子さん来てくれるかな思って一番マグロ行きたかったんですけどね。いやー、ちょっとマグロはね、家にもうめちゃくちゃあって、それかりゃそうっすわね。ほらここも見てもガラッガラですもん。何もないわ。なんかここら辺のミル貝とかも干物にして面白そうやな。白ミル2つください。でこのアナゴももらおう。アナゴも3本ください。はい。何？豆苗もらいましょう。あげましたおめでとうございます。今年もよろしくお願いします。そうか、のどぐろは入ってなかったか今日は。金目鯛がいいな。おるやん、のどぐろおるわ。おる。これもらおう。これとあと豆鯛を2匹、2匹とあとイワシを3匹。よかった。本当にまさかあると思わなかった。このね、豆鯛っていう魚がうまいんですよ。これね、美味しい魚ですよね。干物を作ろうかなと思って。いいですね。最高ですよね。あともう1種類ぐらい欲しいな。これいいな。どっちか行こう。この剣先かキンキ。のどぐろ買ったからキンキはやめとくかな。この剣先1匹もらって帰りますか。よし、じゃあスタジオに帰宅。ただいまということで帰ってきました。ということで本日買った食材がこちらですね。イワシ、こちらがマイワシですね。マイワシ、豆鯛、白ミル貝、赤ムツ、そしてアナゴ、まだ生きてます。剣先イカですね。そしたら今日はこちらの魚介を使って干物を作っていきたいと思います。全部干物にぴったりのお魚です。僕正月はもうずーっと飲んでました。もう家にずっとこもって飲んで食べて食って寝て子供と遊んでって、そんなお正月を過ごしておりました。暴飲暴食です。なのでもう干物と、あとこれ春の七草が売ってましたんで、干物と七草がゆぐらいで体に優しいご飯を作っていきたいと思います。よし、ではやっていきます。じゃあまずはお魚をさばいていきますね。まずは豆鯛ですね。この豆鯛の干物は絶品です。僕もちっちゃい頃からよーく食べてたお魚でした。で、一見鱗ついてなさそうな感じなんですけど、結構この尻尾の縁っことかについてますんで、包丁でカリカリします。うわ、これいいな。この豆鯛すごいわ。はい、そしたら頭を落として内臓を取ります。頭が取れましたらどうしような。腹開きでいきますね。腹開きはお腹の方から包丁を入れていくから腹開きと言います。豆鯛はね、骨がすごく柔らかいんで結構むずいですね。さばきにくい魚。こう入れて貫通しないようにここで止めます。そしたら開いてこっち側も同じように包丁を入れていきます。で、骨を断ち切ると。はい、こんな感じですね。
まあちょっと大きいかな。ごめんなさい。これ3枚におろします。もう少し小さかったらこれでよかったんですけど、サイズが大きいので、こういう感じでいきます。3枚おろしの方がいいな。真っ白。油ギットギトですね。こんな豆鯛はうまいです。はい、こっちもおろしていきます。はい、豆鯛がおろし終わりました。はい、次はイワシですね。イワシはまずは頭を落とします。で、内臓もここで落としときます。いいイワシだな。今日は干物。味付けはね、2種類作っていきます。1種類目は普通に塩味。で、2種類目はみりん干し。これでやっていきます。で、イワシはみりん干しでいきたいですね。そしたら手開きでいきます。まずこの尻尾のところですね。ここに親指を滑らす。イワシはね、身が柔らかいので、こうやって手でさばけるんですよね。そしたらここ、手が入りましたら次はここですね。こっち側に指を滑らしていくと。で、ちょっとね、痛いんですよ、手が。背骨のここがザラザラして痛いので、手袋とかしてやると一番いいです。そうするとすごく手が痛みませんね。結構ね、ここの骨がね、刺さるんですよ。はい、この状態になりました。そしたら、尻尾の骨、ここをプツンと切ります。プツンと切ったら、ピロ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 と剥がしていきます。よいしょ。はい、こんな感じで、手開きすると何がいいかというと、ここの骨が取れるんですよね。普通に包丁でさばくと、ここの骨は身の方に残っちゃいますんで、手開きはちょっと見た目がね、ガサッとなっちゃうんですけど、骨がたくさん取れるんでね、干物にする場合は手開きでいいかなと。で、もう一つ利点があってですね、こう手開きすると身がぐちゃぐちゃってなりますよね。こうなった方が、なんかね、タレが染み込みやすい気がするんですよ。味が染み込みやすい。なんで、イワシの干物は手開きがすごくいいんじゃないかなと僕は思います。で、この腹骨もすいてしまいます。はい、腹骨をすきましたら、で、もっと気にする人は、ここ、背びれの骨がありますんで、ここを取っちゃうんですけど、まあ僕はここまではいいかな。もう一回いきますよ。ここから入れて、スーッと滑らせて開きます。開いたら、ここ、骨をパツンと切って、ここゆっくり剥がしていきます。こうちょっと急ぐとパキッと折れちゃいますんでね。でも折れたらまたその折れたところからスタート。ピロ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 っと。はい、綺麗に取れました。そしたら腹骨をすいていくと。これがイワシの手開き。次、のどぐろですね。市場今日からだったんですね。いや、昨日からやってると思ってたんですよね。さすがに少なかったな。でもそんな中でもね、のどぐろあってよかった。あと2匹だけでした。危なかった。しかもね、ちょうどいいサイズ感。この中ぐらいサイズね。あんまり小さすぎてもね、ちょっと油の乗りが寂しいっていうのと、あんまり大きすぎても干物にはちょっともったいない、向いてないっていうのでね、1匹丸ごと干物にするんだったらもうちょうどいい、贅沢なサイズ感。よかったーって。鮮度もいいですよ。そしたら鱗が取れましたら、これは背開きでいきますか。背中の方から入れていきます。こう入れていって、で、これ頭に引っかかりますよね。そしたらここの段階で頭割ります。で、開くと。よく見る形になりましたね。うわ、なんかのどぐろって僕、開いたの初めてかも。こんな感じなんだ。本当に真っ黒けっけですね。深海魚って感じです。で、エラもここで外してしまいます。で、こんな感じ。そしたらここ、きれいに洗います。はい、こんな感じ。きれいに血合いも黒い膜も取れました。で、次、白ミル貝ですね。白ミル貝の干物なんてすごく珍しいですよね。でもね、僕らの地域では結構ポピュラーなんですよね。昔はなかったけど、なんか最近よく見るようになりましたね。白ミルとか、あと平貝の干物とか、そういう貝の干物よく見ますね。で、白ミル貝の干物はこの玉の部分は使いません。この水管のとこだけ使っていきます。水管のところはこの状態で包丁を入れて、ここで止めます。で、ちょこっとね、先端だけ切っちゃいます。そしたら、ここです。ここから剥いていく。湯通しするやり方もあるんですけど、まあ、白ミルはね、剥きやすいです。火通さなくてもこうやって剥けますんでね。たくさん剥く場合は湯通しした方がいいかもしれないんですけど、1個2個だったらね、湯通ししなくてもこうやって簡単に剥がれますんで、これでいいのかなと思います。続いて、剣先イカ。軽く表面を洗いました。お刺身にするときはこっちから入れるんですけど、干物にするときはこっちから入れます。さっと。そうすると、こ
こういつも見る形になります。こっちから入れちゃうと耳が両サイドについちゃうんで、この干物っぽい形にならないんですよね。この状態になったら、ここ綿ですね。綿とこの肝もこれ一夜干しには向いてませんので、肝もきれいに剥がしちゃいます。この内臓系はねちょっと取った方がいいんですよね。でもいい剣先だな、これうまいよ。でこのエラですね、エラも外します。そしたらこの足の先っぽ、ここ2つ取ります。で目玉ですね、目玉も線を入れて取っちゃいます。でそしたらきれいに洗います。はい、きれいに洗いました。特にこのゲソのところはきれいに洗ってください。結構汚れが溜まってるポイントなんでね。でこのトンビですね、くちばしも外します。でここ船がありますんで、船も外します。そしたらゲソですね、ゲソもここ半分に渡します。だんだん知ってる形になってきましたね。イカの仕込みの完成ですね。あとは穴子ですね。そうしましたらまず目打ちを打ちます。はい、そしたらヒレの後ろから包丁を入れて腹開き。でスーッと入れていきます。ここが止まっちゃいますね。やっぱね難しいな、穴子の開きは。ここもう止まっちゃうんですよ。一回引っかかると。そしたら背骨を立って背骨も取ります。でここでねちょっと角度が変わるんですよね。で角度変わったらちょっと下に落とし込んで、はい、こんな感じですね。でこのお腹の内臓とか血合いをできるだけ取ります。でここで落として、はい、完成。ちょっと白まな板見にくかったんで木のまな板にしますね。お、いった、めっちゃうまくいった。ちょっとここ行っちゃったけどスーッとスムーズにいきましたね。やっぱりね思い切りって大事ですわ。これね開いてあるやつも売ってたんですけど、あえて丸を買ってきました。やっぱやんないと思わんないんでね。3本目これちょっとうまくいくと思います。いきますよ。こうなんですよ。こう入れるんですよね。こうじゃなくてこう、ちょっと丸みを帯びて入れていく。なんか苦玉潰しちゃうんですよね。なんでここで本当は出したい。これ苦玉、これ潰すと黄色くなっちゃうんで、もうこれ取っちゃいますよ。これ取っちゃって、でここで下ろしていくと、よし、こっから勝負いきます。あんまり力みすぎずに柔らかく入れていく。よし、こんな感じ。お、いいね。でもやっぱり尻尾のとこはむずいっすね。で骨はあんまり上を狙いすぎない。結構下目で、骨取りは少し課題だな。今年は穴子を上手にさばけるように練習しよう。一つ目標ができました。はい、ではこのようにおろし終わりました。でこっち側はみりん干しにするネタで、こっち側は塩味で干すネタ、分けていきたいと思います。まずミル貝はこれ塩です。で豆鯛もこれも塩でいきます。この豆鯛油すごく強いんでみりん干ししてもすごく美味しいと思うんですけど、塩でいきます。で剣先これも塩で、塩は以上かな。で次イワシですね。イワシの手開き、これはみりん干しで、穴子ももちろんみりん干しで、のどぐろどうしようかなっていう、めっちゃ迷うな。いやこれは塩だな。まずじゃあ塩の方から下味付けていきます。お水にお塩を入れていきます。海水より少し辛いぐらいですね。できればこう天然塩を使うとより美味しいし体も嬉しいのかなと思います。干物はもう素材の味が勝負なので、そういうものこそやっぱり素材にはこだわりたいですよね。生鮮塩じゃなくてやっぱ天然塩、いい塩で作りたいなと。はい、そしたらちょっと濃いめの塩水に入れていきます。でちょっとねこう魚がふわーっと浮きますよね。こうやって完璧には浮かないんですけど、こうふわーっと浮いてきますよね。このぐらいで OK で、ミル貝もよいしょ、イカも入れます。でのどぐろも入れておきます。
で、これ冷蔵庫で30分ほど置いておきます。そしたら次はみりん干し用のタレを作っていきます。ではまずボウルに本みりんですね。これもみりん風味調味料じゃなくて本みりんでいきましょう。本みりんを100で、お醤油も入れます。みりんだけだとやっぱりどうしても味が乗らないので、お醤油も同じ量101対1でいきましょう。で、そこにお砂糖も少し入れます。今日は黒糖でいきます。黒糖小さじ1。みりんで甘みがある程度入ってますんで、このぐらいでいいのかなと思います。美味しい。はい、これでタレの完成ですね。そしたら穴子、これぬめり取っていきます。ボウルにお塩入れて素早く揉んでいきます。ささささーっと。結構ぬめりが出ますんでね、しっかりぬめりを落としていくと。よし、流していきます。そしたら皮目のぬめりを包丁でさらにこそげ取っていきます。そしたら広げて水気を取っていきます。で、水気を取るのと同時にこうやってお腹もきれいに拭いていきます。取り残した血合いとかこういう油を取っていきます。結構ね、血合い頑固なんで包丁でゴリゴリいっていいと思います。そしたら今日魚体がね結構大きいので、この腹骨のところ少し気になると思います。なんで少しいろいろ仕事していきます。まずここの背びれの取り残しがあったらこれを取っていきます。そしたらこの腹骨、ここですね、ここにちょっとこう包丁で切り込みを入れます。で、骨を断ち切ります。こういう感じで。そうすると焼いた時に骨が気になりにくくなります。できるだけヒレは外して骨を切ります。引っかき傷みたいな感じにして骨に傷をつけていく。これおろし方下手くそだな。これでだいぶ違います。これ生のうなぎとかかば焼きする時もこうお腹のところにさーって入れてあげると骨が気になりにくくなります。そしたらこのタレにつけるだけ、もうつけ込まなくてもいいです。さっとまとわすだけ、こんな感じですね。まとわせてこんな感じでムラなくたっぷりと。うわ、うまそう。もうこれで焼いても相当うまいと思うんですけど、ここからさらに干してうまみを濃縮させますから。イワシも同じように、ほらやっぱ手開きすると味がねしっかり染み込んでます。僕も結構イワシの干物食べましたけど、やっぱり手開きのイワシの干物がね一番美味しかったな。さあ今日初めて作ってみますけど、お味はいかに。はい、こんな感じですね。よし、そしたらこちら外に干していきます。よし、外にやってきましたと。でこれ新兵器です。干す専用のプラスチックの板購入しました。これを使いたかったんですよ。ここに魚を置いて、でかぶせて、でちょっと目が粗いんでハエが入ってきそうなんで、ハエが入らないようにこの上からまたさらにガーゼをかぶせて、風の位置とかあと日の当たりを考えてちょこちょこ動かしつつ1日干していきたいと思います。よし、まずはこちら塩漬けの方からですね。まずはケンサキイカですね。ケンサキイカでのどぐろで豆鯛ですね。どうだっけな、これ確か皮を下にしなきゃダメなんだっけな。身の方をこっち下にするとこの身がくっついちゃうんだ確か。でこれ白ミル貝、ほんでみりん干しですね。これも皮を下目、皮を下に。よいしょ。うわ、めちゃくちゃいい匂いする。この段階でいい匂いするってことはね大成功ですわ。よし OK。 よし、そしたらこれで蓋をかぶせて1日干したいと思います。夜は家の中にしまいます。じゃあ1日後に移動。はい、では1日経過しましていい感じに仕上がっておりますよ。ちょっと移動させました。イカもちょっとゲソは取れちゃいましたね。わ、いい感じ。このしっとり具合最高の具合ですね。これぞ一夜干し。ちょっと乾くぐらいね、これがいいんですよ。のどぐろもいい感じになっておりますよ。うわ、ミル貝もいいですね。ミル貝ってでも生命力めっちゃ強いんで、この状態でも生きてんじゃないかっていうぐらい。このほんでイワシがうまそうで、アナゴ、うわーいい匂い。これは大成功で、豆鯛ですね。こんな感じ。はい、このようにできましたら、この状態で豪快に焼くのもいいんですけど、今日は旅館スタイルで細かくお上品にして焼いていきたいと思います。一口サイズで食べやすく。白ミル、この尻尾のところもねうまいんですよ。この干物にするとね、このぐらいに切って
剣先ですね。剣先は真ん中で渡して、このぐらいですかね。少し飾り包丁入れておきますか。で、イワシ、豆鯛、で、アナゴですね。で、のどぐろ。のどぐろどうしような。こう入れて、半分に落とします。塩焼きでうまい魚は、干物にすると 1.5 倍美味しくなると思っております。のどぐろの干物なんか最高ですよ。こんな感じで。お上品。残ったものは、綺麗に1枚ずつラップをして冷凍かけます。そうすると、1ヶ月2ヶ月は味の劣化も少なく美味しくいただけます。干物ってそこがいいですよね。冷凍しても味劣化しにくくなります。そしたら今日はこちらの長めのお皿に盛り付けていきます。庭で摘んできた、こちら、南天の葉っぱですね。これ綺麗な赤い実がつくんですよね。よし、じゃあまずここにのどぐろですね。ほら、よくないですか？こうやって細かく、こうやって切って盛り付ける干物も。洒落てますよね、なかなか。旅館行った時にね、こういう風に出てきて、僕感動しましたもん。これは動画に使えると思って。イワシはこっちかな？皮目かな？で、ミル貝と。春の訪れで、梅の枝。これよそで取ってきたやつじゃないですからね。こういう風にね、売ってるんですよ、梅の花が。はい、これで干物の6種盛りの完成。じゃあ、七草がゆも作っていきましょう。まず、お出汁を取っていきます。水 500cc。そしてこちら、じゃん、だしの地図。これがうまい。で、出汁を取っていきます。そしたら、春の七草ですね。厄払いと健康を祈りつつ、今年も元気に過ごせますようにということでね、1月7日は七草の日。本日1月7日でございます。めちゃくちゃ偶然です。びっくりした。あんまり考えてなかったのに。入ってるものがですね、まずこちら。これが、鈴代。で、この株みたいなやつ。これが、鈴菜。これがセリかな？で、箱べら、お行、あとどっかに仏の座が入ってます。ざっくりしてるんでちょっと分かりにくいですけど。こんな感じの種類が入っております。これが春の七草。で、僕ね、これ結構いっぱい入れるのが好きなんですよね。なんで、いつもね、2パックぐらい買ってきちゃいます。この1つのパックの方、鈴代がでかいな。こんな大きいの初めて。で、軽く洗っていきます。こんなん道端でよく生えてそうじゃないって思う方いるかもしれませんけど、実はその通りで、普通に生えております。ここら辺の野草。で、ザクザクザクとカッティングしていきます。根っこの部分、ここもね、綺麗に洗えば美味しいんですけど、ちょっと抵抗ある方は取っちゃっていいと思います。セリの根っことかね、すごく美味しいんですけど、やっぱどうしてもこの根っこの付け根、ここにね、砂が溜まりやすいので、これ綺麗に洗わないとね、ダメなんですよ。ザク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 と。もうこのぐらい入れちゃっていいです。で、鈴菜とかもまあ、ザクザクと。お好みの感じで切っていきます。はい、こんな感じですね。そしたら、お出汁取れましたので、取り出します。で、出汁の地図は、あくまでも万能出汁なので、料理の用途によって、少し味を変えることによって、さらに美味しくなります。で、雑炊なので、もう少し塩味が入ると美味しいと思います。なので、ここに小さじ1ぐらいのお醤油。白だしとか少し入れてもお雑炊には合うと思います。結構ね、出汁の地図が出汁濃いので、これでだいぶご飯が入ってもいけると思う。うん。そしたらここに香野菜ですね。鈴菜と鈴代入れていきます。で、その間にご飯を洗っていきます。で、こうやってご飯を洗うとサラサラっとしたお雑炊に仕上がります。で、ご飯を洗わないで使うともっちりとしたネバーっとした雑炊になります。まあここは好き好きだと思います。今日はサラッとした感じでいきますね。はい、そしたら火が入りましたらここにお米ですね。お米に吸わせて、で、そこにパッと入れます。で、葉っぱものはこんな感じでもうさーっと火が入れば OK ですね。で、ここに卵とか溶いても美味しいんですけど、今日は溶きません。この春の七草をダイレクトに感じたいのでね。わあ、めちゃくちゃ野草のいい香りがしますね。じゃあ葉っぱものに火が入りましたらお椀によそっていきます。はい、これで七草がゆの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。
よっしゃ、食べていこう。今日はこういう風に卓上で焼いていくスタイルでいきます。卓上の炭火でやるやつを買いました。今すごい熱いです。あっち。ただ注意点は、室内でこれ使う場合はしっかりと換気がされてる部屋で使ってください。一酸化炭素中毒になってしまいますんでね。じゃあ焼いていきますか。まずはどれからいこうかな。こっちからいきますか。のどぐろ、身の方から焼いていきます。穴子、豆鯛、次イカですね。乗るかな全部で。これ干物にすると網にくっつきにくくなりますよね。それがいいですよね。イワシ、ミル貝ですね。ギリギリ乗りましたね。これ焼けたら随時食べていきましょう。じゃあ焼いてる間にこっち七草がゆをいただきましょう。こちらいただきます。うまっ、優しい。年末年始にたくさん飲んで傷ついた肝臓が喜んでますわ。そんなこんなで結構いい感じですね。ほら、うわ、イカとか超いい感じ。豆鯛、うわ、イワシがいい、うまそう。のどぐろもほら、こうやって半分に割るとこういう感じに火が入るんだなってよくわかりますよね。もう半分ぐらい火が入ってます。もう半分火を入れていきます。もうイカはこのぐらいでいいですね。あんまり火入れすぎちゃうとイカは硬くなっちゃいますんで。イカとあとミル貝ももうそろそろいいかな。じゃあまずはイカからいただきます。ここに置いて少しすだちをかけます。いただきます。うまー。やっぱ剣先だな。うわ、そんなこんなでもうどんどん焼けてきた。のどぐろ以外全部焼けましたね。ミル貝いきますか。ミル貝もちょっとすだちかけたい。綺麗ですよね。いただきます。あ、うまっ。ミル貝やば。この音聞こえますかね。歯ごたえいいね。噛めば噛むほど甘い。次、イワシ、これ期待してます。うまそう。いただきます。あ、うまいこれ。あ、めっちゃうまいこれ。やべえ、めっちゃくちゃうめえ。びっくりした。鳥肌立ったんだけど、うますぎて。あんまないよ、干物食べて鳥肌立つことは。味付けも完璧、油の乗りも最高だしね、柔らかい。で、これやっぱ炭火で焼いてるからね、なおうまいね。ふわっと仕上がってるわ。口の中入れた瞬間ほどけましたね。美味しいわ。次、アナゴさんいきましょう。アナゴいただきます。うまっ。で、味付けがうまい。あかん。やっぱり隠し包丁入れるとこのぐらい魚体が大きいアナゴでも骨は気にならなくなりますね。次、豆鯛。珍しいですよね、豆鯛の干物。これが美味しいんです。いただきます。うまい。おわ、豆鯛よ、干物は。いや、骨がないから食べやすいな。やっぱり三枚おろしにして正解でしたね。骨もね、気にならないんですよね、この大きさだと。さあ、のどぐろがいい感じになってきております。この油の滴り方ね。うわ、これすごそう。いただきます。うんまっやっぱ魚ってうまいな。魚が嫌いな人にこれ食べてほしい。絶対魚好きになるでしょ。鮮度のいい脂の乗ってる魚はやっぱ干物がうまいわ。僕ね、ほんと正直言うと干物が魚料理の中で1位2位ぐらいに好きなんですよ。でも干物ってあんまり動画映えしないじゃないですか。なんであんまり動画では作ってないんですけど、もう本当に美味しいんですよね、干物って。魚の調理法ではもうトップクラスに美味しいですよ。保存も効くしね、最高です。はい、というわけで今日はこちらの市場で買ってきた干物の盛り合わせときましたら、お飲み物をこちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、ギノのやつ。さーっと、よっしゃ。はい、こちら7対3、完璧な7対3、いただきます。干物とビールは合うね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は市場で買ってきた新鮮なお魚を使って一夜干しを作って食べてみましたけども、
すごく美味しかった。味付けもバッチリでね。いやでも干物ほんとうまいですね。で今日食べた干物の中でちょっと頭一つ抜けちゃってるなこの美味しさはって思ったのはやっぱイワシですね。イワシの一夜干しはちょっとやってみてほしい。あえて手開きして腹骨をすいてお醤油とみりん半々のものにさっとくぐらして一夜干し、めちゃくちゃうまいです。で今日は天日で干しましたけど、冷蔵庫の中でピチッとシートを使ってもできますので本当にやってほしい。炭火じゃなくてもあれはグリルで焼いても美味しいと思います。いや干物は偉大だわ。先人の人よく考えましたね、この調理法を。とっても美味しかったです。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。